どうするの？なるみちゃんの依頼。どうしよっかな。父親の不倫の事実が明らかになったとして、どうすんの？あの子もっと辛い思いをするかもしれない。かわいそうだけど、あの子の依頼は断るべきじゃないかしら。そうだな。ただただただその母親の事故については調べた方がいいのかもしれない。どうしてよ。もしかしたら自殺未遂でも事故でもなかったのかもしれない。自殺でも事故でもない？なるみちゃんの話を思い出してごらん。事故の現場は確か青空小学校前の交差点だったよね。確か。小学校前の道路はスピード制限がある。あそこの道路で事故は起きにくいし、自殺をするためにあの交差点を使うというのは考えづらいな。まさか事故に見せかけた殺人未遂？あそこ昼間は人通りが少ない。小学生は校舎の中にいるし、目撃者も少なく、事故に見せかけるには絶好だろでも一体誰が？なるみちゃんの話を思い出してごらん。父は母と私を捨てて愛人と暮らすつもりかもしれません。まさか父親が母親を殺そうとした？なんてこと言うの。落ち着けよ。夫が妻を殺そうとしたかもしれない。でもそれはあくまで可能性の一つだ。他に動機がある人間が一人いるだろう。例の女性？その女性の立場になってごらん。なるみちゃんの母親さえいなければ好きな人と一緒に暮らせる。女はなるみちゃんの母親を憎んでいたのかもしれない。バカらしい。ミステリー小説の読みすぎね。調べてみる必要がありそうだな。僕は事故現場に行ってみるよ。他に事故の現場を見た人がいるかもしれないし。ワトソン君、リエ、君はその女性を引き続き調べてほしい。特に事故当日の女性のアリバイを探るんだ。よーし、探偵になってから初めて大きな事件だ。やるぞ。それがね、事故現場行ってみたの。そしたらさ、そのなんていうの、証拠とかさ、なんていうの、そういう目撃情報とか、これ意外とね集まらないの。ね、私
そんなことお願いしましたっけ？え？私が調べてほしいのは父親と愛人のことです。それはね、今妻が調べてるから。もうすぐ戻ってくるはずなんだけどな。僕ね、実は事故のこと気になっててさ、でね、今怪しいなと思ってるのは運転手。もういいです。やっぱりこの話なかったことにしてください。なるみちゃん、なるみちゃん、なるみちゃん、なるみちゃん。なるみちゃん、ちょうどよかった。あなたに話があるの。話？なるみちゃん、高校を卒業したら一人暮らしをしようとしてない？はい。春から神田の専門学校に通う予定です。早くあの家を出たいんです。それに父も私が家にいたら邪魔なはずです。でもそれが何か関係あるんですか？あるの。これ見てちょうだい。青空ファニチャーからもらった買い物リスト。お父さんが買った荷物の情報があるでしょ。ほら、ここの配送先見て。この住所、私の新しい部屋の住所。そう、お父さんはあなたの新生活のために家具を買っていたのよ。男性は若い人の好みはわからないから秘書に手伝ってもらっていたって家具屋の人が話してくれたわよ。女はただの秘書だったってこと？いや、そんなはずはない。じゃああれは旅行代理店で2人が旅行のツアーを組んでたっていうのはある？それも調べたわ。お父さんが申し込んだツアーはこれ。障害者向けの国内ツアー？そう。車椅子でも参加できるバリアフリーの旅？つまりお父さんの旅行相手はお母さんのはず。なんだ、その女と旅行するんじゃなかったのか。秘書が上司の買い物に付き添っただけなのよ。なんだ、お父さんとお母さん仲悪くないんじゃん。そんな。お父さんずっと家族のこと考えていたはずよ。私ずっと誤解して勝手に。お父さんにちゃんと話してみます。ありがとううん、少しでも気持ちが楽になったならそれでいいの。
大丈夫かなあの子。大丈夫よ。ん？きっと家族と分かり合えるはず。あ、おし、もうこれ無事に一件落着ね。よし。何言ってんの。あなた何もしてないじゃない。え？あ、ほら次の案件依頼来てるよ。行こう、次のほら次のほら行こう。あんの